平凡な高卒専業主婦のこの人と有名大学を出てエリート会社員をしてる私、どうしたら仲良くできるっていうのよ。住んでる世界が違いすぎるわ。義実家に集まったタイミングで義前は私にそう叫んだ。夫や義両親は目を見開いている。お前、何を言ってるんだ。この際だから言わせてもらいますけどね、お兄ちゃん、この人と結婚したのは間違いよ。え？専業主婦なんて聞こえはいいけど、要するに夫のすねかじりってことでしょ。すねかじりのババアなんて養う必要ないわよ。さっさと離婚しなさいよ。おい。絶句する夫と義両親を前に義前はさらに畳みかけた。大体今時高卒なんてありえない。ほんと近づかないでほしいわ。バカが映っちゃ困るもの。わめき散らして満足げな義前に夫がぽつりとつぶやいた。お前、まさか知らないのか。え？何のこと？この後、私を攻撃し続けてきた義前は衝撃の事実を知ることになる。私の名前は片岡まどか、32歳。結婚1年目の専業主婦だ。夫の明は同い年のサラリーマン。有名大学を出て大手出版社に勤めている。彼は優しく誠実で、私は彼との結婚を心から嬉しく思っていた。明はプロポーズの際、私に言った。まどか、結婚したら一旦仕事を辞めてくれないか。でも、まどかは今、仕事に疲れているだろう。少し休んでみたらどうだ。いいの？ああ。また働きたくなったら働けばいい。この機会に専業主婦になってみたらどう？ありがとう。そうさせてもらえるなら嬉しい。実は私は結婚前はかなり忙しく働いており、生活に疲れ切っていた。加えて私たちは早めの子供を望んでいたので、家事と子育てに専念するのもいいと思ったのだ。明の申し出は私にとってありがたいものだった。私は彼のプロポーズを承諾し、結婚を決めた。その後私たちは明の実家へ結婚の挨拶へ行った。彼の家族は両親と5歳離れた妹の麗華だ。明が家族に話を切り出す。こちらはまどかさん。彼女と結婚したいと思ってるんだ。明の両親は大喜びで結婚に賛成し、私を迎えてくれた。そんな中、面白くなさそうな顔をしている人物が一人いる。義妹の麗華だ。お兄ちゃん結婚するの？まどかさんって言ったっけ？はい。まどかさんはどこの大学を出てるの？実は大学は家庭の事情で中退しているんです。これは事実だった。大学2年生の時に父が亡くなり、それがきっかけで母が体調を崩して入院してしまったのだ。母の看病をするために私は大学を中退している。今では母もすっかり元気になっているが、私が大学を出ていないのは事実だ。はあ？中退？ってことは高卒ってことじゃない。義妹は大げさにのけぞった。そうなりますが。おい、そんなの今関係ないだろ。明が注意するも義妹は止まらない。うちのパパとお兄ちゃんは日本屈指の名門大学を出てるの。ママは有名女子大出身だし、私も同じところを卒業したわ。うちはいわばエリート家族なのよ。それなのに高卒が家族になるなんてちょっとどうかと思うわ。
レイカ、もうやめろよ。夫と義両親が止めるも、義妹は不機嫌な顔になって続ける。それで、まどかさんは結婚しても働くんでしょうね。いえ、アキラさんと話し合って、専業主婦になることに決めました。はあ？専業主婦？またまた義妹は大声を出した。今時専業主婦なんて信じられない。女性の社会進出が叫ばれてる今の時代に？私みたいに一流企業で誇りを持って働いてたら専業主婦になろうだなんて思わないわよ。腰掛けくらいの気持ちで働いてきたんじゃないの？もうやめろ。俺たちの選択に口を出される筋合いはない。アキラが土器をはらんだ声で告げ、続けて岐阜がたしなめた。レイカ、それ以上何も言うな。まどかさん、すみません。私たちはアキラとあなたの結婚に賛成していますし、幸せになってほしいと思っています。私は義両親に頭を下げたが、義妹は不満げに腕を組み、私が帰るまで最後までじろじろとこちらを見ていた。その後、私はアキラと入籍し、都内のマンションで二人暮らしを始めた。私は家のことをして一日を過ごす。自分が専業主婦になるとは夢にも思わなかったが、きちんと家の掃除をし、手間暇かけて料理をし、空き時間には近所を散歩する。そんな生活も悪くないな。そんな風に思っていた。引っ越しから1週間ほど経ったある日、アキラの出社後に家の掃除をしていると、突然インターホンが鳴った。はーい。レイカさん？インターホンの画面を見て驚いてしまった。そこには義妹が一人で立っていたのだ。引っ越し祝いを持ってきたのよ。開けて。はい。ドアを開けると、義妹は有無を言わさず我が家に入り込んできた。へえ、いいところじゃない。立地もいいし、家の中も広いし。義妹は部屋の中を見渡し、そんなことを言った。ねえ、このマンション賃貸？それとも買ったの？結婚と同時に購入したものですが。へえ、さすがお兄ちゃん。稼いでるだけあるわね。義妹は私に安い菓子折りを押し付けると、勝手に家の中を歩き回った。レイカさん、今日はお仕事は？ああ、有給よ、有給。あんたには関係ないでしょ。義妹は勝手に各部屋のドアを開け、じろじろと見て回っている。私はおろおろとそれについていくだけだった。書斎に入り込んだ義妹は部屋を眺め回してつぶやいた。さすがお兄ちゃん、本の量が半端ないわ。出版社に勤めているだけのことはあるわね。それ、大部分が私のものなんです。はあ？そういう嘘つかなくていいから。専業主婦なんて、どうせ料理雑誌くらいしか読まないでしょ？私を無視して義妹は部屋を出ると、次にクローゼットルームへ乗り込んだ。ちょっとレイカさん、それ以上は。いいじゃない、ちょっと見るくらい。クローゼットに入り込んだ義妹は、じろじろと周囲を眺め回したかと思うと、すっとんきょうな声を上げた。ちょっと、これ何？高級ブランドの靴にバッグに。それ、私のです。いざという時のために揃えてて。見りゃわかるわよ。あんた、とんだ金食い飯ね。働いてないくせにお兄ちゃんにこんなものまで買わせて申し訳ないと思わないの？それは自分で買ったもので。嘘はやめなさいってば。この高そうなスーツだって
あんたいつ切るっていうのよ。義妹は憤慨したような表情でスーツや高級パンプスを手に取っている。何するんですか？こんなのあんたにはいらないでしょ。私がもらってあげる。はぁ？専業主婦にはもったいないでしょ。こういうのは私みたいにバリバリ働いているキャリアウーマンが使ってこそなのよ。そんな、困ります。やめてください。うるさいって言ってるでしょ。どうせお兄ちゃんに買ってもらったくせに。義妹は両手いっぱいに衣類や靴やバッグを抱えると、そのまま玄関から出て行ってしまった。私は荒らされたクローゼットに一人佇むことしかできなかった。仕事から帰ってきたアキラに私は義妹の件を言えなかった。この頃はまだ義妹とうまくやっていきたい気持ちが強かったからだ。しかしその後も義妹の私への攻撃は続いた。義家族と共に夫のいとこの結婚式に参列した時のこと。夫のいとこは医療機器メーカー勤務で、婿となる人は医師だ。二人は有名大学の医学部在学中に知り合った。司会者がそんな紹介をし、私たちが拍手を送っていると、義妹が私に耳打ちした。聞いた？夫婦ともに医学部だってさ。今ので聞きましたが。うちの一族はこういうエリートばかりなのよ。あんた、場違いだと思わないわけ？お兄ちゃんの奥さんなら同じ有名大学の人を連れてくると思ってたから、高卒だって聞いてがっかりしたわよ。私が何も言えないでいると、義妹は危機として続けた。ここにいる親族、みんな思ってるわよ。あんたは場違いで、お兄ちゃんは外れの嫁をつかまされたって。ほんと、恥ずかしい嫁。そこまで言われたところで、私は席を立った。会場の外で涙を拭っていると、そこへアキラがやってきた。おい、まどか。どうかしたのか？ちょっとコンタクトがずれただけ。私はとっさにそう答えた。義妹の言葉が頭の中を駆け巡り、恥ずかしい気持ちでいっぱいになる。私が大学を中退しているのも、アキラの一家がエリート揃いなのも事実。アキラ、先に戻ってて。ああ、わかった。無理はするなよ。アキラは心配そうに言い、式場へと戻っていった。少し落ち着いたら、私も戻らなきゃ。そう思っていた矢先、背後から義妹の声が響いた。何よ、事実を言われたからってメソメソして。お兄ちゃんに告げ口してないでしょうね。麗華さん。すると義妹は私に向けて指をさした。高卒で専業主婦のあんたを私は家族だなんて認めない。そんな。エリートの私からしたらあんたなんて虫唾が走るのよ。これ以上言われたくなかったらさっさと出ていくことね。そんな、出ていくだなんて。いっちゃ前に口答えしてるんじゃないわよ。悔しかったら有名大学にでも入って一流企業で稼いでみな。それすらできないくせにいつまでも寄生虫やってるんじゃないわよ。寄生虫？へえ、あんたは立派な寄生虫よ。それを自覚して生きることね。義妹は言いたいだけ言うと満足そうにその場を後にした。よく見ると彼女は私から奪ったハイヒールを履いていた。その日の帰り道、私はアキラに問いかけた。ねえアキラ、私あなたの妻でいいのかしら？はあ？
いきなり何を言い出すんだよ。アキラは心底驚いたような表情で私を見ている。だって私。すると彼はふっと優しい表情になり、涙ぐむ私の頭を撫でた。何を気にしてるのか知らないが、まどかは俺の自慢の嫁さんだ。これからもずっと一緒にいたいと思ってる。これじゃ足りない？アキラ、ありがとう。アキラの気持ちが嬉しくなり、私は差し出された温かい手をぎゅっと握りしめた。それから数日後、義両親に義実家へと呼ばれた。岐阜の還暦祝いをするのだという。私は岐阜への祝いの品を用意した。義実家へ到着すると、義両親が優しく出迎えてくれた。リビングでは、義妹がソファーに座って読書をしていた。アキラはトイレに行ってしまったので、私は仕方なく義妹の正面に腰を下ろした。何も話しかけないのも気まずいので、私は義妹に恐る恐る声をかけた。麗華さん、こんにちは。読書されているんですか？はあ？あんた、来たんだ。はい。読書ならしてたわよ。純文学の受賞作をね。あんた、純文学って知ってる？はい。一応は、私も読みますし。へえ、学がないのに知ったかぶっちゃって。私の高尚な趣味に話を合わせようったって、そうはいかないわよ。義妹は鼻で笑い、本を閉じてそれをテーブルの上に置いた。周囲に誰もいないことを確認した後、低い声でこう告げる。あんた、まだ出て行ってなかったの？あんなに言ってやったのに。私が口ごもっていると、義妹は大げさにため息をついた。そこに、アキラが戻ってくる。おう、二人で話してたのか。仲良くなったか？嬉しそうに言うアキラに、義妹がふんと鼻を鳴らした。仲良く？そんなのできるわけないでしょ？は？あのね、平凡な高卒専業主婦のこの人と、有名大学を出てエリート会社員をしてる私、どうしたら仲良くできるっていうのよ。住んでる世界が違いすぎるわ。麗華、何を言ってるんだ。アキラはうろたえ、両親も何事かとこちらを見ている。しかし、義妹は止まらなかった。この際だから言わせてもらいますけどね。お兄ちゃん、この人と結婚したのは間違いよ。専業主婦なんて聞こえはいいけど、要は夫のすねかじりってことでしょ？すねかじりのババアなんて養う必要ない。さっさと離婚しなさいよ。おい。絶句する夫と義両親を前に、義妹はさらに畳みかけた。だいたい、今時考察なんてありえないのよ。ほんと近づかないでほしいわ。バカが映っちゃ困るもの。わめき散らして満足げな義妹に、夫がぷつりとつぶやく。お前、まさか知らないのか？義妹は、アキラの言葉に不思議そうな表情を作った。知らないのかって何が？十分知ってるわよ。この人が高卒のおバカさんで、社会のお荷物の専業主婦だってことくらいね。すねかじりに、おバカさん。お前、まどかのことを本気でそう思ってるのか？アキラが大声を出すと同時に、義母が真っ青な顔で口を開いた。アキラ、あなた、麗華に言ってなかったのね。まどかさんのこと。アキラは驚いた顔で義母の方を見た。てっきり母さんたちが伝えてるのかと。いいえ、
あなたたちがとっくに言ってるんだと思ってたわ。ちょっと、何なのよ。青い顔で話し合うアキラと義母を、義妹の大きな声が遮った。さっきから言っただの言わないだの、何の話をしてるのよ。おい、レイカ。まどかは有名な小説家だ。は？義妹は一瞬あっけに取られた後、ケタケタと笑い出した。何言ってるのよお兄ちゃん。いきなりそんなすっとんきょうなこと。っていうか、その本、お前のだよな。それ、まどかが書いた本だぞ。アキラは義妹の前に置かれた文庫本を指さした。はあ？だって名前が川口舞香って。ようやくここで私は口を開いた。川口は私の旧姓です。川口舞香は間違いなく私のペンネームです。はあ？信じられないという表情をする義妹に、アキラが携帯の画面を突きつける。それは数年前に行われた文学賞の授賞式の写真だった。恥ずかしいので、できれば出さないで欲しかったのだが。は？これ、まどかさん？だからそうだと言ってるだろう。そもそも俺らは作家と担当編集者として出会ったんだから。嘘でしょ？義妹が真っ青な顔で立ち上がると、夫は頭を押さえた。川口舞香。つまりまどかは何本もヒット作を出してる人気作家だよ。映画化もされてるくらいのな。印税で一生食っていけるだけの金も名誉も持ってる。そんな。あのマンションだってまどかが一括で買ったものに俺が住まわせてもらってるんだよ。それをすねかじりだ。お前は一体何を勘違いしてるんだ。でもこの人高卒だって。家庭の事情で大学を中退したと言ってあるだろう。ちなみに中退した大学は T 大だ。 T 大？ああ、お前じゃ逆立ちしても入れないだろうな。この国で一番の大学だからな。嘘。義妹がどんどん小さくなるのを前に、私はようやく口を開いた。麗華さんにはすねかじりの寄生虫と言われてきましたが、今明さんが言った通り、金銭的には私何も困ってません。そもそも専業主婦だからといってバカにされる筋合いなんてどこにもないはずです。何も言わない義妹に明が立ち上がった。寄生虫？そんなこと言われたのか。ええ。他にも外れの嫁だとか虫唾が走るとかいろいろ。麗華、お前なんてことを。雷を落としたのは夫ではない。鳴り息を黙って見ていた義父だった。そこで私は冷静な声で義父を制した。お父さん、ちょっと待ってください。麗華さん、私にはふさわしくないと言って、私が独身時代に自分のお金で買った服やバッグを持って行きましたよね。はあ？明が驚いて義妹を見るも、彼女は顔面蒼白になってブルブルと震えている。私はにっこりと微笑み、義妹に告げた。あれ、今すぐ返してもらえませんか？大切なものなので。すみませんでした。義妹は蚊の鳴くような声で謝ったが、義両親と明は義妹を床に正座させ、叱りつけている。小さな子供のように説教を受け続ける義妹を
私は黙って見ていた。その後、義両親と明にこってり縛られた義妹は、私に謝罪して奪ったものを返してきた。破損しているものもあったので弁償を求めると、その金額に義妹は愕然となり、慌てて弁償してきた。明は後に義妹との絶縁を宣言した。義両親もそれに続き、義妹を家から追い出したのだった。これは義両親から聞いた話だが、義妹は会社でも学歴を盾に威張っていたらしく、それが部下に告発されて降格処分となった。今は会社でも針のむしろ状態なのだとか。家族に居心地のいい実家に会社でのポジション。それらすべてを失った義妹が今何を思うのか、私には知る由もない。一方の私はというと、最近妊娠が判明した。明と義両親は大喜びで赤ちゃんの誕生を待っていてくれる。いつか子育てが落ち着いたら、また新しく小説を書こう。そんなことを思いつつ、今は一日一日を大切に生きている。